よく知らない異性が勧めてきたそのお酒、本当に飲んでも大丈夫ですか？ 2023 年5月18日、イギリス・ロンドン、高級マンションの一室で中国人留学生を集めたホームパーティーが開かれていました。その最中、大丈夫？もうちょっとしたら帰ろうか？居合わせた面々が談笑を楽しむ中、一人の女性がソファーにぐったりと横たわっていたんです。だいぶ酔ってるみたいだね。タクシーを手配するから彼女のことは任せて。そう声をかけてきたのは、このパーティーを主催した男、ゾウ・ジェンハオ。名門ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで機械工学の博士課程に在籍する優秀な学生でした。家賃75万円の彼の自宅で集まった学生たちはセレブな時間を堪能していたんです。そしてジェンハオの言う通り、一行は酔いつぶれた女性を残して帰宅。そして女性と二人きりになったジェンハオは彼女の体を支えながらまた別の部屋へ。その部屋にはそこかしこにハメ撮り用のカメラが仕掛けられていました。高級マンションの一室に豪華部屋を作り上げたエリート学生。イギリス史上最悪と呼ばれたその男の卑劣な犯行手口とは。多くの女性を陥れた彼を駆り立てたのは、自分が誰よりも上の存在だという思い込みだったんです。おさすけちゃんです。いや、みやみこんというわけでね、アミコさん。やっぱ夏といえばね、一番食べたくないもの、お好み焼きです。この間ね、恵比寿でね、お好み焼きを行ったんですよ。そしたらもう、暑すぎて。いや、そうやね。なんか思い出した店員さんがね、作ってくれるんだけど、もんじゃ焼きも頼んだんだ。もんじゃ焼きってなんか液体こうやってなんか土手みたいに作ってこうやんだけど、店員さんがめちゃくちゃうまいんだけど、めっちゃ音やばすぎて、超恥ずかしかった。カン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 って工事始まってるみたいな。熱い話どこ行ったの？で、プラス暑いから。あ、プラス熱いから。そうそうそう。でも、美味しかったならいいじゃん。美味しかった。だからなんか夏に食べたくない熱いものとか辛いもの、逆に食べると達成感すごい。ああ。でも辛いもの食べるのってやっぱり夏に食べたくなんない？確かに。冬にも食べたくなるんだけど、一生食べてるな。いやでも夏にむしろ熱いものを食べたくなる現象って私あると思う。で、辛いものとかさ、食べた後にさ、暑い夏でも夜風に当たってみ？めちゃくちゃ気持ちいいから。おしゃれだね。夜風に当たるの、辛いもの食べた時に。いやなんか私ね、激辛道っていうドラマを一時期見てたんだけど、夏でもガバガバって熱いの食ってめちゃくちゃ汗が出て、その後ガラッてお店を開けるの。そしたらふわーってサウナと一緒。そよ風が吹いてきて、ふわーってあ決まったみたいな感じになるから、もんじゃでもあったんじゃない？そういうことなかった？もう熱いままで終わったの？やろっかじゃあ、アルゴで激辛会。結構面白くない？激辛会っつってめっちゃ辛いのみんなで食べて、俺らのやつはそんなに辛くないみたいな。いや最悪じゃないそれ。バレないように。なんかちょっとコンセプト決めた、テーマ決めたイベントやりたいなと思ってたので。でも私も本当に激辛食べたら次の日が、激辛食べて汗をその場でかくんだけど、もうその次ゲリピー会になっちゃうからやりましょう。今回ご紹介するのは、イギリス史上最悪の豪華と呼ばれた男について。犯人は名門大学の博士課程に在籍しているハイスペ男子だったんですが、その経歴を利用し、あまたの女性を襲っていたんです。ハイスペな上にそういう非道なことしてるやつ、ほんと胸くそ悪いわね。いや、ほんとね、そう思いますよね。この男っていうのは女性をね、物みたいに扱い、ゲーム感覚で襲っていたんです。そのあたりの心理についても深掘りしていければと思います。非常に裕福だったその男は、ロンドンでも有数の高級マンションに暮らしていました。その部屋の中では非常におぞましい行為が行われていたんです。汚れた根城。2024年1月24日、イギリス・ロンドン、エレファント&キャッスル地区に立つ高級マンションの39階では、警察がある男の部屋を訪ねてきました。警察です。身分証のご提示をお願いできますか？玄関先に姿を現したその男の名はゾウ・ジェンハオ。名門ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで機械工学の博士課程に在籍している中国人留学生でした。警察に問われると、ジェンハオはすぐに彼らを自宅へ通しました。学生の一人暮らしにしては極めて豪華に思える彼の部屋の家賃は日本円換算で月々75万円。父親が中国の国有企業の役員で中国共産党の幹部という背景を持つジェンハオは非常に裕福だったんです。そしてジェンハオの寝室へ到着し、本人確認を行った警察は続けてこう切り出しました。 Okay, sir, I'm arresting you on suspicion of rape, okay? Because it is alleged that on the 14th of November last year, you have vaginally raped a female at this address, okay? You do not have to say anything, but it may harm your defence if you do not mention when questioned something which you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence. Your arrest is necessary for a prompt and effective investigation, okay? Your time of, let me finish, your time of arrest is now 1:53.
いやなんかもうこれ放心状態じゃないのよ。自分がまさか捕まるだなんて思ってなかったみたいな感じじゃない。それはあるでしょうね。警察が報告した一件以外にもかなりのね事件っていうのが見逃されていたんです。ジェンハオの犯行が明るみに出されたのは中国の SNS シャオホン州で被害者の一人が体験談を投稿したことがきっかけ。投稿を見た別の被害者が名乗り出たことで連続強盗事件の可能性が浮き彫りとなり捜査が本格化したんです。さらに警察がジェンハオのマンションを家宅捜索するとすぐに決定的な物証が見つかりました。ジェンハオの寝室には指の爪ほどの大きさのピンホールカメラなど盗撮用のカメラが大量に仕掛けられていたんです。また彼が所持していたデジタル機器からは全部で1277本のわいせつ動画が発見されました。その中の58本は強姦の明確な証拠と認められ被害者は少なくとも50人以上に上ると推定されたんです。50人ってそんな被害者いて誰も被害届出してなかったの？そうなんです。被害者はね、わけもわからないうちに襲われるんで、やっぱ自分で記憶もね含めて説明ができないなっていうことなんですよ。一体ジェンハオはどのような手口で女性を襲っていたんでしょうか。エリート学生の仮面。先ほども説明した通りイギリス屈指の名門校の博士生だったジェンハオは実家が非常に裕福で多額の仕送りにより何不自由ない暮らしをしていました。彼は容姿に強いこだわりを持っており高級ブランドの腕時計や洋服を多数所有していたほか植毛や美容整形歯列矯正などにも余念がありませんでした。そうやって磨き上げた容姿を持って SNS にもたびたび自撮り写真を投稿していたジェンハオ。彼はエリート学生の地位も武器にしながら中国人の学生コミュニティやマッチングアプリなどを通し多くの女性と交流していたんです。そして女性とやり取りを重ね信頼を得られたそのタイミングでジェンハオは隠していた牙を剥くんです。2023年5月18日ジェンハオの自宅マンションでは中国人留学生を集めたホームパーティーが開かれていた。めったにお目にかかれない豪華なその部屋で学生たちはそれぞれ贅沢な時間を堪能。その最中一人だけ学生たちの輪を離れソファーで横になっている女性がナンシー大丈夫？もう少ししたら帰ろうか？ナンシーというイングリッシュネームで呼ばれたその女性は数日前ジェンハオに勉強を教えてもらった縁からそのパーティーに参加していた。あまりお酒が強くなかった彼女は途中で体調を崩してしまったのだ。ソファーで休んでいるナンシーとその友人の様子に気づいたジェンハオは二人に歩み寄るとこう言った。だいぶ酔ってるみたいだね。タクシーを手配するから彼女のことは任せて。そこからパーティーはお開きとなり一人また一人と学生たちがジェンハオの自宅を去っていく。ナンシーの友人は彼女を案じながらもジェンハオの言葉を信じ他の学生に続いてマンションを後にした。そしてそれはジェンハオとナンシーが二人きりになった時のこと。歩ける？そう切り出したかと思えばナンシーの体を支えながら彼女をまた別の部屋へと誘導していくジェンハオ。たどり着いたその場所はジェンハオの寝室だった。彼はナンシーをベッドに座らせると彼女に背を向けグラスに飲み物を注ぎ始める。さあこれを飲んで。そう言ってジェンハオが差し出したのは違法薬物入りのウォッカだった。ジェンハオはこの事件の3年前に若い女性に薬物を飲ませて暴行する方法というマニュアルをダウンロードしていました。彼の部屋からは複数の違法薬物や睡眠薬それらの量を測るためのスポイトなどが発見されており薬物を用いた強姦を常習的に繰り返していたとされたんです。多数の被害者がいながらなかなか通報されなかったのはその多くが薬物で記憶が曖昧になっていたため被害に気づいていない女性も相当数いると考えられています。薬持って意識がない間に襲うなんてもう卑怯極まりないじゃないよ。それでバレないって高く食ってたわけね。どれだけバレずに犯行を続けられるかっていうねゲーム感覚でやってたんじゃないかなと思います。その証拠にジェンハオは戦利品と称して被害女性の私物を収集していたんです。ジェンハオは性的暴行の後被害女性のアクセサリーや下着などを盗み専用の箱に入れて保管していました。またスマホに保存された女性の画像や動画を知人に見せびらかしては自分はセックスがうまいと豪語していたとも。卑劣な手段を用いながらもジェンハオは好意を交わした女性の数を自身のステータスとして語っていたんです。被害に遭った中国人留学生のナンシーは行為中こそ気を失っていましたが翌朝自分が下着を履いていないことに気づき警察に通報。しかしイギリスの警察とのやり取りで通訳がうまくいかず被害の届け出を断念していました。その後彼女は SNS で被害を告白しユーザーの間で話題になったことで警察も動かざるを得ない状況となったんです。
騙して襲った女性の動画とか画像を見せびらかしてなんてもうダサいことこの上ないわよ本当に。ちょっとでも後ろめたい気持ちとかなかったわけこいつには。一切なかったようです。ジェンハオがどのような考えで犯行を繰り返してきたのかは裁判時の発言から読み解けるんです。誰よりも優れた人間。ジェンハオが逮捕されてから1年後の2025年1月、ロンドンの刑事裁判所で彼の裁判が改定。法廷ではジェンハオが隠し撮りしていた動画のうち9本が再生されました。多くの女性は意識を失った状態で襲われていましたが、中には途中で目を覚ましやめてと泣き叫ぶ女性も。悲痛に顔を歪めながら抵抗する女性に対し、動画の中のジェンハオは冷たく笑ってこう言い放ちます。抵抗しても無駄だよ。このマンションの防音は完璧だから。高級マンションで暮らしていたジェンハオは防音性に優れた部屋を条件に物件探しをしていたといいます。彼がなぜ防音にこだわっていたのか、法廷で流された動画がその理由を物語っていたんです。あまりに凄惨な犯行内容に映像が流されている間、耐えきれず涙を流す陪審員も。一方でジェンハオは多くの人の前でその映像が流されようと表情一つ変えませんでした。さらに彼は女性たちとの行為は合意の上だと弁明。動画内の女性が意識を失っていることを追及されると次のように答えたんです。女性たちが気を失っているように見えるのは時間停止ものの AV の真似ですよ。自分以外の時間が止まった状態をロールプレイングして行為に及ぶのにハマってたんです。この発言に対し検察は動画内の被害者の中に泣き叫び抵抗している女性もいることを指摘。加えてジェンハオの背中に女性が抵抗した際の爪痕が残されていたことも行為が無理やりであった証拠とされたんです。しかし弁明が不可能になってもジェンハオは一切後悔や謝罪の念を見せることはありませんでした。被告人は女性たちを陥れることを楽しんでいるように見えますが、どのようにお考えですか？後半も終盤に差し掛かった頃、ジェンハオにそんな質問を投げかけた検察官。するとジェンハオはにやりと笑みを浮かべこう答えたんです。まあ私は他の誰よりも優れた人間ですから。自分ほどのエリートであれば女性を物扱いしても構わないとでも言うかのようなその口ぶり。ジェンハオがまるでゲームを楽しむかのように犯行を繰り返した理由がその一言に集約されていたんです。何が誰よりも優れた人間よ。学歴がいいぐらいのもんじゃないのよ。しかもその犯罪を犯してる時点でさ、その経歴も何ももう信頼なんてあったもんじゃないわよ。本当に人間性を疑う発言ですよね。実はジェンハオのように社会的地位が高い人間は他人に対する共感力が低い傾向があるとされてるんです。ここで本日のメトラキーワード、権力のパラドックスについて。権力のパラドックスとはカリフォルニア大学の心理学者ダッチャー・ケルトナーが提唱した概念。この理論では人間は権力を持つに従い他人の苦しみに対する共感力を失っていくとされています。権力のパラドックスは神経科学の観点でも実証されており、社会的地位が高い人ほど共感力を司るミラーニューロンの働きが鈍くなるというんです。権力のパラドックスにまつわる実験で有名なのはノースウェスタン大学のアダム・ガリンスキーらが行った実験。この実験で被験者は他人から見て正しく読めるように自分の額に E の文字を書くよう指示されました。結果、社会的地位の高い被験者ほど他人から見て逆向きの E を書いてしまう確率が3倍も高くなったというんです。要するに権力者ほど他人から見た時ではなく自分から見て正しい向きの E を書く傾向にあるということ。この行動は権力者が自分のことだけを考えており他人への配慮や共感力に欠けることを表しているとされているんです。権力のパラドックスを表すように女性の苦痛に対して一切の共感を持たずゲーム感覚の犯行を繰り返したジェンハオ。最終的に彼は11件の強姦罪を含む28件の罪状で有罪に。2025年6月19日、ジェンハオに下された判決は最低24年仮釈放なしの終身刑。判決に際し裁判官は次のように述べました。被告人は知的な若者ですが極めて操作的で合意の概念を全く理解していません。その歪んだ精神から無限に危険な存在であると考えられ、仮釈放は必ずしも認められるものではありません。ジェンハオは薬物によって性欲を減退させる科学的虚勢を条件に減刑を求めましたが、裁判を通して反省が見られなかったことから裁判官はこれを拒否。こうして彼は高確率で生涯を塀の中で過ごすこととなったんです。ほんとまっとうな判決が下ってよかったわよ。こんなやつも外に出したら再犯するに決まってんじゃないのよ。50人もね襲ってる時点でね説得力がないですよね。そして実は事件解決後もジェンハオに対する悪い噂は絶えず、その中には日本に関係しているものもあるんです。
事件後、中国の SNS 上ではジェンハオに対する怒りの声が相次ぎました。しかしそれらの投稿は次々に削除され、メディアの報道でも彼の顔はぼかされている状態。検索エンジンにまで規制がかかっており、中国共産党幹部である家族の影響も噂されています。さらにジェンハオが1277本ものわいせつ動画を所持していたことに関しては次のような噂もあるんです。彼は東京を拠点とする中国人犯罪グループに動画を販売していたと。広東州と名乗るそのグループは電車内での痴漢動画や薬物を用いた性的暴行の動画を販売している犯罪者集団。2023年に BBC が潜入取材を行い、15人チーム体制で月に100本近い動画を制作していたことが明るみに出されました。広東州のメンバーは取材の翌日に海外逃亡しており、販売サイトの運営は以降も続いているといいます。広東州の動画の多くは中国で撮影されたものですが、中には日本で撮影されたとされるものも。現状ジェンハオが犯行に関与していたか否か真偽は定かではありませんが、彼が裁かれたことによって再度この犯罪グループが注目されているんです。社会的地位の高さに溺れ、途方もない回数女性の尊厳を踏みにじるような犯行を繰り返したジェンハオ。確かに人間は権力を手に入れると傲慢になる側面もあるかもしれません。しかしその地位に居続けられる人というのは、権力を手にした後も他人を思いやり続けられる人なのではないでしょうか。あなたの周りには成功した途端に傲慢になってしまった人はいませんか？